こんにちは。今回はこちらのニューエンジェルコットン綿 100% の、セリアさんの糸なんですけど、こちらの糸で帽子を編みたいと思います。カラーナンバーは8番です。1玉 25g、 糸長は約65メートルです。使用かぎ針は、標準は3号から4号になっています。今回使用するかぎ針は4号です。とても編みやすい糸です。ぜひお編みください。では、作品をご紹介します。こちらが出来上がった帽子になります。このように、サイドの下のところに模様を編み入れました。この模様がすごくアクセントになってて、ちょっと品が出た感じですごく気に入りました。うまくできたなってちょっと自分でも満足しています。サイズは、M サイズから L サイズ、M の方は本当にゆったりとした感じでかぶれると思います。で、ここの帽子の円の部分は直径が18センチぐらいかな、18、19センチぐらいです。高さは結構深めで9センチから10センチぐらいです。つばの幅は7センチ弱ぐらいです。深くかぶっていただいてもいいし、こう斜めにかぶってもちゃんとこう紫外線対策になる帽子になっています。すごく気に入った形になりましたので、ぜひ皆さんも編んでみてください。はい、こちらが編み図になります。こちらの1段目から20段目までの編み図は、帽子でいうとこのトップの中心の部分からサイドのこの松編みの模様の手前までになります。こちらの編み方と、あとこの松編みが終わってこのブリムに入っていくんですけど、編み図で言うとこちらのこの3段目から11段目までがこのブリムに当たります。こちらです。この部分は、以前編んだ、紺色の春夏の日よけ帽子の編み方の1、2を見ていただければ同じ編み方ですので、そちらの動画を参考にわからない方はご覧ください。今回はこちらの松編み5段と最後、この松編みだと形がこううねってるので、そのうねりをまっすぐにするように
最後は中長編みの模様で、形を整えているので、そこの部分1段と、あと、最後メス、帽子のサイズを整えるために中長編みをまた、こちら、松編みを編み始める前の目数120目に、120目で中長編みを2段編んだんですけど、そこの部分までをご紹介したいと思います。では引き続きご覧ください。トップからサイドまで20段編んできました。そしたらちょっと見にくくて申し訳ないんですけど、声で説明していきます。立ち上がり鎖1目編んだら、最初の目に針を入れて細編みを1目編みます。そしたら長編みを、3目編むんですけど、目を1、2、2つ飛ばして3目目に針を入れて長編み1目、もう一回同じ目に針を入れて長編み2目、また同じ目に針を入れて長編み3目、そしたら鎖編みを1目編みます。でまた同じ目に針を入れて長編みを3目編みます。同じ目に針を入れて、またこれで最後ですけど長編みを編みます。そしたら、次の目とまたその次の目を飛ばして3目目に針を入れて細編みを編みます。これを繰り返し編んでいきます。また長編みを1、2、2目飛ばして3目目に針を入れて長編みを3目編みます。で1目鎖を編んで、また長編みを3目同じ目に入れます。このような編み方を繰り返していきます。1、2、3目目に針を入れて細編み、これで2模様編めました。繰り返し編んでいきます。はい、19模様編んできました。そしたら、最後のところですけど、また、1、2、2目飛ばして3目目に模様を編んでいきます。3回長編みを編んだら1目鎖を編んで、また3目長編みを同じ目に入れて編みます。3回長編みを編みます。2編んだら
最初の、立ち上がりの、鎖目のところに糸を引き抜きます。はい、これで1段二重模様編んできました。そしたら次は立ち上がり鎖3目編んで、この模様で言ったらこの、真ん中の手前の長編みがこの立ち上がりの鎖3目に当たります。なので次は、鎖になるので、1目鎖を編みます。なので全部で4目鎖を編むことになります。そしたら、前段の、最初の細編みのところの目に針を入れて長編みを3回編みます。はい、そしたら、前段の、最初の一模様の真ん中に針を側に入れて細編みを編みます。はい、そしたらまた、前段の模様と同じように、この松編みっていうんですかね、この編み方を編んでいくんですけど、入れる目は、前段のこの、模様と模様の間の細編みのところに針を入れて模様を編んでいきます。同じように3回長編みを編んで鎖を1目編んでまた長編みを3回編む編み方です。はい、編み終わったらまた、前段のこの模様の真ん中の鎖目のところに針を側に入れて編んでいきます。これを繰り返し編んでいきます。3目編んだら鎖1目編んでまた3回長編みを編みます。はい、前段の松編みの真ん中の鎖に細編みを編みます。こんな感じになっていきます。ちょっと分かりづらくてすいません。この波の間に模様を入れていく感じになります。はい、模様の2段目の終わりに来ました。そしたらこちらの立ち上がりの最初の立ち上がりの、鎖目のところの根元に最後は針を入れて長編みを編みます。これで、2回長編みを編んだら、この立ち上がりの鎖3目が、
長編み分になるので、2回編んでこの12123 4目目の鎖は、この模様でいうとこの真ん中になるので、その手前のところの鎖目に針を入れて糸を引き抜きます。これで最後編み終わりました。そしたら模様の3段目、また1段目と同じように編んでいきます。この1段目2段目の編み方を繰り返し編んでいくんですけど、立ち上がり鎖1目編んで、こちらの、真ん中の部分にあたる鎖目のところにもう即に針を入れて細編みを編めばいいです。そしたら、このくぼみの部分の細編みのところに針を入れて、また長編みを3回編んで、鎖目を真ん中に入れて、また長編みを3回編んでいきます。そしたら真ん中の扇の真ん中の鎖目のところに細編みを編んで、これで一模様出来上がりました。模様の1段目2段目と同じような同じ編み方を繰り返していってください。はい、模様5段目の最後に来ました。ここで最後の一模様を編みます。長編みを3回編み入れたら、最初の目に立ち上がりの鎖1目のところに糸を引き抜いて、これで5段目が終了します。そしたら立ち上がり鎖、今度中長でこの、波になってる部分をまっすぐする形にするので、中長で編んでいきます。なので立ち上がり鎖2目編んで、5段編んだこの松編みの模様のこの真ん中のところの鎖1目分鎖1目編んで、全部で鎖3目編みます。そしたら、立ち上がりの根元のところに針を入れて、中長を2回編み入れます。そしたらこの模様の真ん中の鎖の部分に細編みを編んで、
またこの波のこのへこんでる部分の細編みのところに針を入れて、中長を今度は2回編んで鎖編み、2回中長を同じところに編んで、この模様の真ん中の鎖編みのところに細編みを編みます。この模様編みで目が広がってしまったので、目を縮める感じになります。中長編み2目編んだら鎖1目編んで、また中長2目編んで、で前段の模様の真ん中の鎖のところに細編みでこのようにまっすぐになるように編んでいきます。中長2回編んで鎖、中長2回編んで細編み。はい、そしたら最後のところに来ました。最後は中長をこの最初の立ち上がりの鎖のところに針を入れて、中長を1目編んだら、この立ち上がりの鎖2目のところに針を入れて糸を引き抜きます。この立ち上がりの鎖2目が中長1目に当たるので、このように最後中長を1回だけ編んで糸を引き抜きます。これで、6段目、模様編みの6段目が終了します。そしたら、次からはまた、中長編みを2段編んでいきます。立ち上がり鎖2目編んで、中長をこの、立ち上がりのすぐ横のところに針を入れて編んでいきます。はい、そしたらここが前段の中長の最初の目になるところに針を入れて中長を編みます。今度は前段の中長2回目のところの目に針を入れて中長を編みます。で前目針を入れてこのように
中長を編んでいきます。これで、119目になって、この立ち上がりも含めると120目になります。で2段目をまた編んでいきます。はい、そしたら、中長編み2段編み終わります。はい、中長編み2段編み終わりました。このように、模様編みを、長編みで5段編んで、最後に中長編みで1段編んで、でまた、中長編み120目2段編んで、このような感じになります。そしたら、前に編んだ、紺色の、この、ニューエンジェルコットンの、シンプル帽子の動画を見て、同じように目数も同じに戻った目数も120目で同じで、糸も同じですので、そちらを見て、ブリムを編んでください。はい、このようにブリムを8段編んできました。中長で8段編んだ後、最後に細編みでワイヤーを編みくるみながら細編みを編んでいくんですけど、今回はこちらの、クローバーのワイヤーを使用したいと思います。品番はこちらですかね。39-246丸の 2mm のちょっと太い形ですけど、このワイヤーを使ってみたいと思います。こちらは、このチューブでジョイントさせる感じですかね。こう入れて圧縮せずに、最後端同士をチューブに入れる形になってると思います。はい、では立ち上がり鎖1目編んだら、ワイヤーを右手で持って、このように、目に針を入れたら、最後にワイヤーを入れて、糸を引き抜きます。このように細編みで、あんまりきつくならないように一緒にワイヤーを入れて
編んでいきます。はい、このように、最後 4,5 センチ手前ぐらいまで編んできました。そしたら一度このワイヤーが短くなってしまうと困るので、ちょっとこうやってしごいてワイヤーの長さをもう一回これでいいか確認してからワイヤーをカットしたいと思います。このぐらいで完全に、長さが足りてるなっていうところでワイヤーをカットします。大まかにワイヤーをカットしたらもう一度、帽子をかぶったりして、形を、実際見てから、もう一度ワイヤーの長さを微調整してで、チューブでワイヤーをドッキングさせたいと思います。はい、ではワイヤーの長さを決めたら、ハサミでカットします。ここの、編み地がたるまないように長さを定めてカットします。だいたいこのぐらいだなっていうところでカットしたら、今度チューブもカットします。だいたい2センチから3センチと書いてあったので、この辺をカットしてで両方の方からドッキングさせて、はい、このように輪にしたら残りの目を細編みで編みくるんでいきます。はい、これで編み終えました。最後に最初の細編みの目に糸を引き抜いたらとじ分を残して糸をカットします。はい、あとはこちらの糸端を始末して、スチームを全体に、浮かせる形でかけたら完成となります。最初に糸引き抜いたから、はい、最初の目に針を入れて、また最後の目に糸を通して、それから糸始末していきます。はい、裏を見て裏側に糸端を縫い付けて、このように縫い付けたらカットします。すみません、ワイヤーのカットしたハサミでついでにカットしちゃいます。糸端、編み込んだところはもう
そのままカットして、ここも編み地を切らないように注意しながらカットして、はい、こんな感じで出来上がりました。そしたらスチームを裏側から、編み地の裏側からスチームをこう浮かせる感じで全体に当ててください。